はい、どうもこんにちは。オタクな盆栽です。今日は西尾市の憩いの農園で買ってきた盆栽たちについて紹介していきたいと思います。まずこちらが石化ヒノキです。購入した理由としては一番元気が良さそうだったというのと、他のものに比べてこちらが100円ぐらい安かったというのが決め手になりました。もうおそらく下が間延びしてるっていうのと針金の跡がついてるっていうのが理由だとは思うんですけど、今指さしてるこの辺ですね。この辺で取り切りをかけてしまえば特に気にならなくなるのかなと思ったので購入をしました。続いて購入したのがこちらの1位です。おそらく700円ぐらいだったと思うんですけど、ものすごくボリュームがあってお得感があるなと思ったので購入をしました。枝が3本出てるので、もしかしたら1本ずつ分けれるんじゃないかなと思うので、後でちょっと植え替えをしてみたいなと思います。続いて購入したのがこちらの黒松です。ポットが狭そうだったので、すでに植え替えまで完了しています。全体を映すとこんな感じですね。購入の決め手となったのはこの足元ですね。まっすぐになっているのではなくて少し曲がりがついているので、将来的に接ぎ木をした時にですね、いい感じに作れるんじゃないかなと思って購入をしています。こちらがもう一つの黒松です。全体を見るとこんな感じですね。こちらは下の方からもうすでに枝が出ているので、接ぎ木をしなくても、これを活かしてなんとか作っていけるんじゃないかなと思ってこちらは購入をしています。最後にこちらが朝露草という山野草だと思うんですけど、なんか見た目が可愛いなと思って一目惚れで購入をしました。これで買ったものは以上なので、この次は石化ヒノキの取り木をしていきたいと思います。まずは不要な枝を切って水につけていきたいと思います。切った枝は後で挿し木にしてみたいと思います。はい、これで枝が全部切り終わりました。これからは幹の方に切れ込みを入れていきます。まずは芽を出したいところにハサミで切り込みを入れていきます。
その切れ込みより1センチから2センチぐらい下に平行に同じ切り込みをハサミで入れたら、今度はカッターで間を削っていきます。これでカッターで削り終えたので、これからは発根促進剤を塗っていきます。芽が出るのは上の切り込みからなので、私は上の部分しか発根促進剤を塗りません。削った部分が乾かないように水苔をビニールで巻きつけていきます。上の部分は後で水をやるので、あんまりきつく締めなくても大丈夫です。軽く留めておきます。はい、これで取り木は完成です。続いて水につけておいた枝を挿し木していきます。先ほどの発根促進剤が余っているので、これにつけて穴を開けて、鹿沼土に挿していきます。短いものは風で飛んでいったりするといけないので、針金で固定をしています。最後に1位の植え替えをしたので、こちらをお見せしようと思います。枝は3つに見えたんですけれども、左の二股に分かれている部分が2つに見えたようで、2株、あったので2つの鉢に分けて植え替えをしています。これで本日の作業は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。